もども、こんばんら。皆さん、お疲れ様です。どうもどうも。本日はですね、アースリバイバル、ついに新情報、まだ確定ではないと思いますが、グローバルサーバーについての情報がね、少し公式ディスコードサーバーの方で出たのでね、それまで、ちょっとね、いろんなお別れが続くと思いますので、ゲルメンの思い出特集として、ちょっとね、動画に収めていきたいと思います。何が起こるかは全くわかりません。何の段取りもありません。ただ、映りたがりの人がいっぱい出てくると思うので、どうぞどうぞ。普段のぐるぐるはこんな感じだよというのを見てもらえたら嬉しいです。今日の予定としましては、プールパーティーがちょうど終わったので、次に宴芸をやって、ですね、あれですね。今日実は、別ゲームのね、キルチャレをね、ちょっとチャンネル登録者数がね、結構300人に近い数値だったので、記念に待機を行ったんですが、達成できなかったので、残りのキル数をエリート戦場で後半ね、補いたいと思います。今日はそこまでの予定としてやっていきますので、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。ではでは、今日はそんな感じでやってまいりましょう。なんか、攻撃されとるけど、今日はそんな感じです。よし。よし、準備もできたから。なんか花火できるな。そして今日ですね、絶賛パンダ、なぜか知らないけど、ぎっくり腰並みに腰が痛くてね、動けないのであんまりね、笑わせないでほしいわ。あ、店員させた。出遅れた。ああ、でれでれでで、でれれれでで。はい、すげえな。みんなパンダなのよ。こう目立ちたがりのフッキーさんが踊っておりますね。どういうこと？さあ、今日はね、ちょっとまずね、ハエをね、つけられちゃったから、お風呂入ってこようか。なんか踊ってるよね、一人で。華麗なダンスの思い出だそうです。孤独なダンスとは間違いじゃなくて一人で踊ってるから孤独なダンスの思い出なのよ。みんな冷ややかな目で見てるのよ。今回なんか情報上がってたのを見る限りだとね、やっぱりね、グローバルサーバーの人ね、レベル1からスタートなんだよね。ただ、なんかもうすでに上限が69まで解放されてるから、経験値を、獲得すれば、それだけ上げれると。だから、従来のレベルよりも早く上げれる。プラスなんか経験値アップみたいななんかボーナスがあるっぽいよね。あ、来た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 。まだ撮影中。
なんか戦闘始まったよ、ここで。眩しい眩しい眩しい。とりあえず20分ぐらいだったら一旦お風呂入り行こうか。なんかこれ冷ややかな目線。あそこにちょっとなんかいるな。あの、できればね、近場で戦ってほしいよね、戦うなら、ちっちゃくなっちゃうから。戦うときはね、真ん中で戦ってもらわんとさ、あの、個人個人がね、ちっちゃくなっちゃうよ。とりあえずお風呂入ってバフ飯取って、戻ってくる感じかな。お風呂。お風呂ね、下にでっかい温泉あんだけど、なんかめんどくさいんだよね、天井だって。こっちの方が早い。だから、宴終わったら後半はね、もうずっとエリート戦場です。で、今日ね、まだね、全然やってなくて、日課も終わってないし、残響も終わってないから、その辺もやりたいんだけど、まあ、それは、後々で。よし。よいしょ。バフ飯持って、なんかいらないものいっぱい持ってんな。あ違うな。この辺かあった。バフ飯持って、特殊効果。なんかこの前変えたんだよな。もういっか。特化。なってる。あ、戻してなかった。で、やってなかったんだな。こっちじゃない。で、これを、辞典に変えて、これで OK かな。シップとかもね、全然足りないんだよね。今、余ったもの全部トップスにやったけど、ほぼほぼ耐久皆無なんで、今。この上を、矢野内さん。まあそうね、ずっとイベントもなくて急に今日告知出てたみたいだけど、結局のところ、まあ一からスタートだしな。まあいろいろと運営する側も大変なんだとは思うけどね、ちょっとユーザーを置いてきぼりというかね、ちょっともう少しあったんじゃないかなとは思ってしまう。まあグローバル版になったことでなんか変わってくれるんであればね、ちょっとその辺に期待はしたいけども、まあだいぶすでに別のゲームに移ってしまった方が大半よね。よし。あれ、一人しかいないな。二人だ。なんだわな。初めてね、乗り物のこのハロウィンのバイクが当たったんだよね、これ。火出るやつ。これがなくなっちゃうのがね、ちょっと悲しいわ。あら、当たった。このバイクかっこいいよね。なんか当たると思ってなかったんだけど、突然当たったんだよね、ハロウィンの時に。
でもこれね、持ってけないんだよ。なんか、グローバルサーバー行ったら、なんかハロウィンの衣装はなんかもらえるらしいんだけど、なぜか、このハロウィンバイク引き継ぎできないんだよね。あと、ペットとかも、なんか持っていける数が決まってて、なんかめちゃくちゃ重ねて凸した人は、まあ、凸がなくなっちゃうっていう。あ、竹谷さん、皆さんこんばんは。いらっしゃい。ちょっといろいろと不遇だよな。なんかここにいる。へい。乗ってかないかい？でっけえの来たーで倒れた。よいしょ。無課金メリットなんもないわ。無課金だと逆に、でも、スタートダッシュ切られちゃうから差は開いちゃうけど、レベルが上げやすくなって、何かしら還元要素はあったよ、確かね。まだ全部見てないんだけどさ。あれが確定情報かわからんけど、だから探索で一生懸命頑張って、集めてきた人はそれが全部、一切還元されないから、そこはだいぶ痛いね。桜井さんに地道に金塊で買って、バトルスーツ開封したのに、そうなんだよ。全部課金で、自分でお得パックとか、リリース記念パックとかで買って、集めた人は、まあ結果、昇格が返ってこれば、また同じことできるんだけど、なんなら、その後課金をしてる人たちは、まあ、いろんなことを犠牲にしたら、グローバル版行った瞬間に、あれだよね。バトルスーツ手に入れることも可能だよね。多分リリース記念パックは絶対あるだろうから、リリース記念パック買って、おそらく3月何かしらイベントやると思うから、その時にお得パックみたいなの買って、あとはウルトラ連盟補給とかさ。まあ今だったらおそらくプラグインが残ってるかわかんないけど、プラグインが残ってんだったら、戦闘ウルトラ補給買って、プラグインを集めつつ、バトルスーツパーツを集めるとかやってたら、おそらく序盤でスタートした時よりも効率よく集めることはできると思うんだけどさ。ただそれはあくまで課金してる人で限りなんだよね。その辺だよね。多分全部の人、なんか2段になってる。2段。なんか2段になって結構豪華だな、これ。豪華な、なんか、その上にさらに座ってる印。あ、さらに3段目できた。あれさんいらっしゃい。3段、3段。移りに来てくれた。4段目はないかな。4段目、4段目。登れないのか、そしてみんな。まあ、これは、もう、あれだな。セラフィムで登るしかないな、飛んで。ログインする記録ないから配信見て参加し気分になります。俺今ぎっくり腰真っ最中で腰めっちゃ痛いわ。ほら、パソコンのとこの椅子まで来るのに相当時間かかった。やばかったな今日午前中全然平気だったのにさ、夕方から突然腰痛くてさ、ピキーンってきたよね。
これもう少し上げたいな、上に。これうまくさ、ずらしてったらいけるよな。今日はね、きっとグローバルサーバー行く人行かない人で分かれちゃうと思うからね。ゲルメンの思い出特集としてね、ちょっと配信撮っております。今までね、多分配信でね、ギルイベ撮ったことないんだよね。このぐるぐるでは。自分のパンダ組の時はやってたけど、ぐるぐるではやったことなくて、グロサバ3月6日って告知出たよ。3月6日に告知で、やっぱり1からスタートだけど、上限が69まで最初から解放されてるから、まあ頑張ればすぐ上げれるみたいな。気をつけてください。こういう網は粘性が強い。早いな。くっつくとなかなか剥がれません。でも今回のその調整ってやっぱり、その課金した人が強くなって優遇されるっていうのはどのゲームでも別に問題ないことなんだよね。結局課金した人がいるから、無課金でも遊べるゲームができるっていうことだから、それは別に課金した分だけその優越感を浸ってもらって全然いいと思うんだよ。問題は、それ以外だよね。課金をせずに、あの、本来入手できないアイテムを入手して強くなった人たちがいっぱいいすぎて、まあ今回それをリセットする役割も果たしてるから、まあなんとも言えないとこではあるんだよね。そんな個別に全部やるって難しいからさ。あ、追い上がれた。あ、逃げた。要はそれだけ人が、それだけの人が、まあ不正をしてるってことだよね。一人二人だったら、その二人だけを、まあペナルティつけるなりいろいろ対処すればいいけど、おそらくものすごい人が、まあいろいろね、やっちゃってるから、もう上の判断で対処できなかったんだね。人手も足りないだろうしな。だから、要は昇格分を1.5倍だけ返金する、まあ還元するっていうのは、まあ運営の精一杯なんじゃないかな。とは思う。ただ、頑張って集めたっていうか、その一緒にさ、遊んできたペットを持っていけないっていうのもちょっときついな。まあ3体持っていけんだけど。せめて装備1個だけ引き継ぎ。でもあれだねよ。装備1個だけっていうか、レベル1からスタートするから、結局最初からやんなきゃいけないんだよね。あ、おいでかいた。そうね、獅子神様いないんかなもしかして。獅子神様がいないのか、その獅子神様の、やっぱりまあ、凸を重ねたらさ、よだめも上がるし、シード回復もあって強すぎるから、ダメっていうことなのかな。ゲームバランス崩すからダメってなったのかな。ああ、依頼に出てきた。その辺はまださ、詳しく書いてないからわかんないよね。こっち人少なくねまあいいか。サブキャラ、そう。ぶっちゃけ全部パーティー組んで2人以上じゃないと、まあデイリーダンジョンすらできない状態だから、サブキャラ作って、まあ、
男女行ったり、シェアメイトにするってのは別にそれだけやったら全然良かったと思うんだけど、悪用する人が多すぎたね。まあいろいろとね、サブアカからキンジップとか、バトルスーツパーツとか、まあ今だったらプラグインのかけらとか、いろんなものをね、流してメインを強くするっていう行為が結構出ちゃったから、まあちょっとよそっとだったら、なんか誰も気づかなかったかもしれないけど、結構な量をね、やったことでみんな気づいてしまったっていうのは今回のあれだよね。まあ正直さ、みんな遊び方いろいろあるから、俺はさ、ぶっちゃけ、知らないとこでやってるんだったら、勝手にやったらっていう人なのよ。まあそういう人も絶対、こんだけ多くの人がやってたら、一人や二人絶対いるだろうって感じだから、そんな感じなんだけど、今回に至ってはね、自分で言っちゃってるらしいから、まあ多くの人からね、問い合わせも入って、で、ぶっちゃけ、その人がやってることを公言してるってことは知ってる人がいっぱいいるわけで、そしたら、そこの所属してるギルドのメンバーとかみんなも知ってるよね。むしろ、もしかしたらやってるよね、みたいな疑いがかかっちゃうんだよね。そしたら、一体誰を、ペナルティとか、そういう対象にしたらいいかってなった時に、結構な人数当たるのよ。で、その人数が減った時に、きっとその人のフレンドとか、まあ、シェアメイトとか、一緒にやってる人たちもモチベがなくなって一緒に辞めるみたいな感じになるから、多分一気にそういうことはできないみたいな、まあいろいろね、問題があったんだと思うんだ。3月まで既存サバの今後についてどうなるかを情報出たら決めやすく。既存サーバー、多分、あれあ、そうか、はっきり書いてないか、まだ。でも、書き方的により良いサーバーを作るために努力して、今回グローバルサーバーをって言って、今回こちらでは今まであった問題点重視してと全部書いてあるから、おそらくなくなるね。ただ、今すぐなくなるかどうかは別として、3月6日にそのグローバルサーバーが実装されたんだったら、多少はあると思う。ずっとあるかどうかはわからないけど、ただ問題点はむしろ残るか残んないかよりも、アプデが入るか入んないかだと思うよ。正直、今とちょっと違う仕様になるのよね、グローバルサーバーって。その育成方法とか、強化素材とか、ちょっと変わる部分があって、ストーリーは多分一緒だと思うけど、部分的に変わる要素があるから、おそらくそっちをメインに考えてるはずなんだよ。旧サーバー、旧サーバーっていうか日本サーバーを残すっていうことより、残りたい人はそこで遊んでいいようにしても、アップデが一切ないんだったら、現状ずーっとそのまま同じなのよ。サブキャラが堂々と遊びすぎて、私レベル1個い方は誰かのサブキャラと思ってました。そうね、途中でね、変わってきたんだよね。なんかサブアカを作っちゃいけないっていうのは誰もが持ってる認識なんだよ。このゲームに関わらず。なんか複数持っちゃいけないとかさ、要はチートとかグリッチとかいろいろあるけど、なんかサブアカいっぱい作って何かをするっていうことが悪いっていうのはみんな分かってるから、アスレバも最初は結構その流れだったんだよね。ただ途中から結構、そのサブアカを作って、なんか自分に得するように立ち回ってる人が増えて、それがどんどん表に出てきて、で、その人に対してのなんかペナルティ、要は挽回をとか、そういうものが一切なかったから、あ、これやっていいんだっていう認識に変わっちゃったの、途中で。むしろ、やんない方が悪いみたいな。ちゃんと真面目にさ、一切そういうサバー化とか不正をしないで、
まあ自力でね、コツコツ楽しんでたり、まあ課金して、まあ強くなったりっていう方法でやってる人もいるんだけど、やっぱり、やった方が二重にアイテムを取得できるチャンスがあって、まあ作れば作るほど手に入るから、途中でね、やっぱりね、曖昧になってって最終的に自分にいい方に転がったんだよね。それは運営が悪い、そう、悪いと思う。だから今回それに対して自分たちでも、なんか、私どもなんか、落ち度があった点、悪い点については認めてるから、それを考慮した上で、改善したのが、まあ、グローバルサーバーっていうことで今回言ってんだよ。サーバー統合のタイミング。まあ、そうね。消せばよかったよね。なんかね。そう、サーバー統合するタイミングでさ、別サーバーで統合するとこに行ったら2個アカウントが合理的に、合法的にできるみたいな感じで作ってさ、別サーバーで大量になんかデータとか買い占めて、戻ってきたら自分のとこに回してみたいな人が結構おったから、その辺からちょっと崩れ始めたんだろうね。まあ運営するのは簡単じゃないからさ、まあ、わかるよ。そんな一人二人がやってるゲームじゃないからさ。ましてサーバーがさ、日本と台湾と中国に分かれてて、全部を管理しなきゃいけないってなったら、それは大変だと思うけど、ちょっとね、雑だったよね。そう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 。しかも、その後になんかね、サブアカで何かやることはダメだよって言った後に、なんか別サーバーは OK みたいなグレー的なね、発言してんだよね、運営さんも。それであれが出ちゃったんだよ。ただ作る分には OK ですよ、みたいな。別サーバーなら OK。なんか同サーバーで、なんか個々に利益が出るような行為をしなければダメだよと言いつつも、別サーバーは OK とか、なんか、いろいろ言っててさ、まあ結構ね、アスリバはね、サブアカ問題以外にも問題はあるからいっぱい。まあアカウントのさ、売買とかね。まあいろんな問題が重なった上で、もう多分、これを一個一個対処していくんだったら、一からやった方がいいよねってなっちゃったんだよ。運営さんも。だって、一回完成したものをどこがダメだって探して修正するよりも、悪いところを先にあぶり出して、一から作った方が楽だもんだって。その方が断然楽。ピンザー俺やめちゃくちゃ強い人がある。鹿神様。全然削れてない市民のシールド。すげえ。あんだけ集中フォーカされてシールドが一切削れてないって。やばいね。あれはやばいね。俺もああなりたいわ。あれはやべえぞ。まあみんななんか諦めてなんか金塊を大量に使ってるね。今。ええ後ろかよ。後ろかよと思ったら、やばい。フェイさん一人いるだけでだいぶ負けに偏ってる。コツコツ。スパルコさん強っ。削れない全然。コツコツ遊んでたからショック。引退するか、ゆっくり状況を見て考えます。グローバルバーン行こうよ。グローバルバーン行こうぜ。
ただ俺が心配してんのさ、むしろさ、俺は PC だからあれなんだけど、今ってさ、PC ってデータダッシュとヴィーナス戦場とか、あとはなんだっけ、機密工房か。あれ系一切できないんだよね。マッチングしなくて。で、グローバル版だったら、当然 PC 勢が、まあ、日本なんかとは比べ物なんだくらいいるから、マッチングするとは思うんだけど、そのコンテンツがちゃんとできるかっていうのも心配なとこだよね。グローバルは中国と台湾と日本、そう、3つ。もともと3つのサーバーがあるから。それ以外は多分ない、どっか追加すんのかな。追加っていうことは言われてないから多分3つだね、その3つ。いた。まあ問題には、まあ最初問題は出るだろうね。そこはみんな懸念してるとこだよ。まあ元から仲が悪いとこと、まあ台湾はわりかし日本に友好的だけどな。わりかしね。そうそう、台湾はね、おそらくどっちかって言ったら日本寄りだと思うよ。まあ、動きにサブキャラ、サブアカ不正なしでバトルスーツ解放はきつかった。まあそうね、それは変わらんと思う、その構図は。それは課金してる人も結局課金した金額の1.5倍の昇格が返ってくるっていうのがあるから、まあ一番最初に課金した時期といろいろやり終わった後の課金って全然違うじゃん。容量がもう分かってるから、どこにまあその課金を割いた方がいいかって分かってるから、おそらくみんな最初にバトルスーツを1体手に入れたところから始まると思うけど、実際入手難易度ってめちゃくちゃ高くて、そこはもう変わらん。課金しないと手に入らん。ただ、日本版と違う点は、中国版ってバトルスーツ金塊で買えるのよ。だからグローバル版はおそらく金塊で買えるから、だからもしかすると、日本サーバーで無課金で、要は暁ポイントで毎週1枚ずつとか、あとは運よくイベントで手に入ったものとかで貯めてた人からしたら楽になるかもしれん。入手難易度的にはね。まあ、金塊を集めなきゃいけないっていうのは大変だけど、その、金塊で、なんだろう、一枚一枚買うっていうのがなくて、バトルスーツ自体を買えるのよね。まあ、それがそのまま実装されるかどうかはわかんないけど。だからすごい羨ましいなーなんて思ってたけどさ。だから結局5体いないと全部コネクターが解放されないってあるんだけどさ、そのコネクター解放のハードルってめちゃくちゃ低いんだよね、中国って。まあそれだけ課金してる人がいっぱいいるからなんだけど。やべ、今回強すぎて何もできなかった。やっぱ1個しか解放されなかった。やばいぞ。ここで俺一生懸命頑張って120キルぐらいしなきゃいけないのに。120じゃない ?150 ぐらいかな。やっぱ耐久切ってるからきついな、勝つの。やっぱ耐久戻そうかな。アンダさんにテストプレイの依頼を切って配信に様子見れる依頼。テストプレイ多分ないと思う。
もう結局テストプレイを今中国でやってるはず。先行で。中国でその先行でやって、で、その完成形をグローバルサーバーとして実装して、まあ日本と台湾を招くみたいな感じだと思うよ。逆になんかテストサーバーをやってくださいっていう依頼が公認実況者に入ってくるんだったら、現時点でないのがおかしいから。そんな3月6日始まるのに3月にやってくださいはないから、今日でもう2月8日でしょ。ぶっちゃけ3月までそんなないのよ。そう、これがさ、なんか普通にプレイしてて、やるんだったら20日以上あれば結構まだ日数残ってるねってなるけど、新サーバーを始めるよって言って、その準備ですって言ったら、20日ってあっという間だから、こんなギリギリ言ってくれるわけないので、おそらく全部中国の方で一括してやって、まあ完成したら、じゃあ日本サーバーと台湾サーバーの方どうぞ来てくださいみたいな感じだよ。まあその辺はね、多分ね、できる限りコストをかけたくないと思うから、正直なんかね、公認サーバーって言ってもさ、絶対中国にも台湾にもいるはずないよね。そっちの方が優遇されてんだよ。なんかアイドル的な存在の人がさ、おってさ、おそらくグローバルサーバー入った瞬間にコラボあるんだけど、なんかその中国のなんかアイドルグループとか、なんかアイドル的な、なんか VTuber みたいな、なんていうの、そんな感じの人たちが、まあ、ゲーム内に出てくるっていうコラボらしいからさ。まあ実際にやってるのはね、あっちで。だから、あっちはもうね、その表に立って、まあ、検証したり、宣伝したりっていう人たちはもう揃ってるんだよね。だから、日本は日本、台湾は台湾って言ってたのが、一本化されたら、もしかしたら、まあ、日本でこう、日本サーバーで公認実況者やってる人たちは、まあ、契約緩和やってるかもしれないけど、打ち切りになるかもしれんよな。まあ、まあ、グローバル版イコール中国サーバーっていうか、そこがリーダーシップ発揮してさ、メインでやるだろうから、なんかすげえ強い人が暴れとるな。あ、壊せなかった。でも今回、このタイミングで来たっていうのがなんかあれだよな、逆に。このさ、お知らせが来るんだったらさ、なんかさ、せめて旧正月のさ、なんかイベントくらいさ、やってくれてもいいじゃん。だってもう1ヶ月ぐらい何もアップデートもないんだで。だからユーザー側からしたら多分ね、そこが多分、やっとなんか新しい情報来たと思って見てみたら、みたいな。ちょっとがっかりした感じだから、このまんまグローバル版来てみんな来てねって言っても、なんか果たしてみんな行くっていう考えになるかどうかが疑問だよね。せめてなんか楽しいイベントがあってさ、まあ、日本サーバーとか台湾サーバーおのおのお別れ会じゃないけどさ、グローバル版移行に伴ってこういうイベントをやりますみたいな。まあもし残留で残りたい人も移行する人にも何かメリットがある何かやってくれたら、またちょっと気持ちよくさ、多少緩和されるやん。そんなね、課金した分の1.5% 還元って言っても課金しなかった人は何の恩恵もないわけだからさ。その辺がなんかあれだよなぁと思って。
でも俺今回さ、マジで頑張ってさ、パンダさ、一箇所6に上げたのにさ、それが無駄になるっていうのは結構悲しいんだよ。あれいない。いた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 。あれどこ行った？やばい、すげえ取られてる。挽回されてる。ここは大丈夫か。A も取ってんね。C。そろそろ布団移動する。お疲れ様。ゆっくり休んでね。そう、体調ね、戻さんとね。どこにいんだって。おーいた。上野動物園在、やばい、上野動物園在住の人いる。やばいやん、仲間やん。いて。うわー、遅かった。えいたー。あ、上野動物園在住。でもなんでパンダじゃなくてトナカイなんだろうか。さて、これ終わったら、そろそろ、あれかな。日課やりたいな。おー。ここしかないのか？おー、やばい。やっぱ、やばい。上野動物園在住の方に集中的。ああ、でも勝った。あ、ピンさんおったのか。全然合わなかった。味方だったのか。強い人がこっちにいっぱいいたんだね。上野動物園さんはあった。
今日はディキータやらない？ディキータ今日なくない？今日何曜日だっけ？あ、今日木曜だわ。ディキータやんのか？でもなんかやる雰囲気出てないね。あれ、ディキータって何時からだっけ？あ、15分。10時15分から通常ディキータ。あ、なんか敵の方が来るかわかんないのでやらない体でってなってたんだ。アースリバイバーさんと会社お勤め人、お勤め人いるのかな？やる人いる？うちのギルドってさ、なんか上位で圧倒的になんか勝ち目がないっていうのは、お休みするけど、わりかし同じくらいの戦力でやり合えるとこだと、結構積極的にやるんだよ。ただ、全く動かないギルドの方が多いから、まあ、15分だったら覗いてみて、いるようだったら、呼んだら多分みんな来んじゃないかな。ただ、なんか前回、前々回とか当たったことあるけど、あんまり動いてなさげだよね。今回の、平和に解決で終わってしまう感じかな。15分。15分あるからエデントも見に行く？停止までのカウントダウン。停止か。あ、人がいるやん。こっちダメだ。要は相手が運営代わりに僕をあれなんだよね。逆にいないのよ。あの、参加してくれるんだったら全然行くんだけど、そもそもね、参加してくれる人がいないっていう感じだね。あ、狩られてる。そう、強くてもね、かかってきてくれれば、こっちは全然向かっていくけど、そもそも来ないとさ、ただ待つだけになっちゃうじゃん。あと30秒じゃ間に合わねえな。で、
はい、あと5分、また5分間何もできなくなっちゃった。とりあえず15分だったら行ってみる？とりあえず待機。今のうちに、あれでも見てみようかな、ディスコード。3月6日か。なんで3月6日なんだそして。3月6日、あ、水曜日なのね。3月6日水曜日に合わせて、あ、そっか。事前に3月って言ってるからか。別に2月28でもいけたけどっていう感じ。あ、なんかいる。ん誰？ああ、黒七してたんだ。しかも黒七だ。やばいじゃん。桜状態になってたじゃん。桜状態でなってたけど、見逃してもらえた。俺今、のんきに、めちゃくちゃさ、公式ディスコードのお知らせ見てたらさ、左目にさ、なんかでっかいトナカイが映ったんだよね。モニター2つでやってるから、右側見てたら左側にでっかいトナカイ映っていうのなんだとか思って。なんかすごいな、これ。バトルスーツは引き継げますかって質問にさ、バトルスーツ S 級は有料コンテンツですので、プレイヤーの皆様はチャージ還元を利用してバトルスーツパーツとウルトラ補給を購入し、お好みのバトルスーツを製造することができます。チャージ還元ない人はどうしたらいいって話だよ。次から次へと。みんな来るやん、ここに。何ここ集会場所なん？ここ集会場所なん？そしてお二人はデートですか？エデンデートですか？あ、もう一人来た。ああ、もう二人が来た。どんどん増えるやん。お腹すいたと、タンポポ組の方がいますね、ここに。みんなでまとまって。みんな集まってる。踊り出したぞ。
エデンで。平和なエデンじゃん。すげえ図だ。あ、見えなくなった。一生懸命今シャッター押してたのに。スクショのボタン。あ、一人透明。これ難しいな、シャッター押すの。あ、また消された。ダメだ、もう、青くなっちゃった。ここだと全員映んないんだよな。いや、さっき最初に1枚取れたからあれでいっか。ここに。クラッシュじゃん、桜状態になってるからみんなびっくりして離れてたじゃん、今。なんか煽ってるようにしか見えないのよ、これ。なんか。ダメよ、攻撃しちゃ。攻撃されてる。トナカイが攻撃されていじめられてるよ、これ。あ、下は下で別の国だね、いるのね。ヒャッホーって聞こえた、今。そのサバナで平和って平和だよ。まあ、普段こんな平和じゃないけどね。今日はめっちゃ平和。まあ、みんな知ってるからね。みんな知ってる人が集まったから、たまたま。よし、帰ろう。おお、来たーいけー華麗なコーラーリング。いてぶつかった。よし。今日の投稿ネタができたぞ。15分なった？あと1分じゃん。よし。覗き行くか。ルナさんこんばんは。さあ、今日の対戦ギルドは、遊びに来てくれるギルドなんだろうか？どっちから見に行くこれ。アースリバイバーってずっとあるけど、なんかいない感じするな。いえ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 。まあ、たまにはね、ちょっと盛り上がってもらえたらあれで、それでよかったわ。
もうなんかね、昇格もね、使い道ないよね、今ね。なんか、グローバルサーバーが出て持っていけないっていう感じだからな。間違った。今は、通常で聞いた対戦ギルドがいるのかいないのかを除きに今、か多少は残ると思うよ。でも結局はその日本サーバーで、まあ、ダメ出しされたというか、運営も気づいた悪い点を改善したのがグローバルサーバーだから、まあ、要は、改善前のサーバーをそこまで残しとく必要はないよね。わざわざ新しく改善したサーバーを作ってるわけだから。だからそう考えたら、3月6日っていう、なんか、日時が指定されたから、そのタイミングでは消えないと思うけど、まあ徐々に移行していって、まあ余裕見て、まあ数ヶ月後にはなくなるんじゃないかな、と思う。本当に改善するかな。それは、蓋を開けてみなきゃわかんないよ。いない。いいや。両方見てからでいいか。でもね、結構ね、装備とか、なんか変わってんだよね。チップがなくなったのかな。ギルドのみんな。あ、でも、卵族さんってなんか移行するんじゃなかったっけか。なんか一つにそんな話聞いたような気がするけど。でも問題はあれよね。その無課金でやってきた人が、まあ何一つその、なんだろう、探索とかで手に入れたものを一切還元されないから、また一からやるのが嫌っていう人も当然いるだろうからさ。レベルアップに関しては、日本サーバーにいるよりだいぶ早いらしいよ。最初から69が解放されて、だからレベルアップの経験値ボーナスみたいなのもらえるから、まあ、普通にデイリーとかやってるだけでも、すんげえ勢いでレベル上がってくんじゃない？ただ、バトルスーツとか、ペットとか、まあ、一生関係とか、いろんなものがなくなるから、そうね、データはね、課金者もデータだけは返ってこないから、まあ当然だよね。1レベルから始めるから、実装される前のものを持ってたら、ね、おかしな話になるから、それはそうなんだけど、だってさっき公式の質問のやつ見てたけどさ、バトルスーツは引き継げますかの話にさ、ウルトラ補給を購入して、お好みのバトルスーツを製造することができますって書けてあった。だから要は還元できる人、課金してる人は、じゃあもう一回買い直してねっていう話なのね。
だから結構ね、これに関して言ったら、課金者、無課金者、未課金者、はい課金者関係なくみんな同じなんだけど、やっぱり最初から一度やってる人って、もう効率よく育成する方法って分かってるじゃん。どこに力を入れるべきか、みたいな。だからぶっちゃけ無課金で何の還元がなくても、要領分かってる分、元のステータスまで上げるのはもしかしたら早いかもしれん。もしかしたらね。ある程度の還元はあるから、多分。全くないのかな、どうなんだろうな。昇格に関しては課金した人だけだけど、おそらく日本サーバーからグローバル版に行くにあたって何かしらの保証はあると思うんだよね。なんだかわかんないけど。まあ、最後の残された日数を、まあ、要は近海で何か楽しめるんだったら、それでもいいかもね。特にフラグインの金のやつとか集めてる人は全部売っ払ってさ、例えば冬に出たメリーゴーランドを200万で買って、進行塔に置いてみたりとかさ。だから金塊があれば楽しめることもあるよね。ただ問題は、引き継げませんよって言ってるのに、突然引き継げますよなった時だよね。融合データに関してはもう装備にくっついてるから、装備を一つだけ持っていけますとかなんない限りは無理だけど、結局、プラグインって資材じゃん、素材。だから、そのまんま相手も引き継ぎできますっていうことになったら、それはそれで問題だね。大問題が起きる。建築資材1からスタートだから、だからそれを警戒して売らない人と、今が楽しければいいって言って、売ってる人で今分かれてんだよ。あとは3月6日に実装されてもすぐ消えるわけじゃないから、まあ、この機にいらないものを売って欲しいものを買って強化して、まあ自分が今できる最大限のステータスを手に入れて、まあエリートなりビーナスなり、いけるとこで、まあ火力アップを実感しながら楽しむみたいな。まあ楽しみ方はいろいろだね。そう、俺も貯めてたよね。コードのレベルアップ素材とか。だから結構簡素化されるから、まあ、イージーサーバー見たくなんのかな、ライアークの。それはわかんないけど、たっけたっけ ?5 万で売れんだったらすんげえな。10個売ったら50万でしょ。俺今使いすぎて36万しかないけど。非属性150枚もあんのすごいじゃん。俺非属性途中でやめちゃったな。集まんなくて。ここ9で止まってるから、あとここもう、ここ最後だ、11まで。もうちょっと。これも、あれかな。あ、ここ最大いってる。だから非属性だけはね、頑張ってるからね、今の現時段階で
あれあ、違う。装備が違うわ。俺、非属性はね、高いんよ。あれ低い。これは、ソーラーウィンドウが違うのか属性。あ、ソーラー違うわ。びっくりするわ。なんか下がったとか思って。743。非属性だけね。今、火力がね、どうしてもうちょっと体感したくてさ、武器とグローブとブースしかほぼほぼ振ってないから、耐久ゴミ。マジ耐久ゴミやわ。すごいな。めちゃくちゃあるやん。スキルフェイスとも上げたい気持ちはあるんだよね。ちょっと、せめて300が欲しいなと思ってるから、ただ、どこを変えようかっていう問題があるんだよね。こうじゃねえ。スキルフェイストつけられる場所が決まってるから、スキルフェイストって武器だけあった。武器と、あれか。属性を減らしてつけるしかないのか、そしたら。いけたいけた。ブーツとグローブもいける。けど、ブーツとグローブはね、もう全部埋まってんのよ。だから非属性を外すしかないね。ブースとグローブに関しては固定にも金ついてるから、だから今、ダメージと根気と全属性は外したくないんだよね。だからそれ以外に青で非属性強化がついてるから、そこを外してヘイストに変える。ただでも、結局今、茨つけて加速スキル速度上げてるから、そう考えたら別に非属性外す必要もないよな。金の攻撃あったらコードで上げよう。コード今、見えないんだね、これ。これかな違和感無効なやつ。あれ見えなかったっけどっかで。あれこれか。俺なんかすんげえ嫌なこと思い出しちゃったな。グローバル版行ってさ、もう一回ヴィーナスまで行かなきゃいけないんだよな。ヴィーナス戦場。金のパーツ手に入れるんだったら、もう、あれじゃん。早物勝ちじゃん。でも中国と台湾の人がいると考えたらなかなかハードル高くない？ヴィーナスのパーツ。でも今回悩むな。俺もともとヨトゥンスタートでさ、次ミコト交換したからさ、次買うんだったら、あれかな。ヨトゥンはちょっと我慢してもらって、
ただ現状まで来るとさ、あ、そう、ヘルメス。ボケた今。ちょっとわかんなくなっちゃった。ヘルメス今ずっと欲しくてさ、ただヘルメスの、やっぱデメリットもあるよね。そう、PVP 系は強いけど、結局 PVE でダメージを与えづらかったり、与えられなかったりする敵が存在するから、今だったら別にバトルスーツ出すより自分で攻撃した方がダメージ入るからさ、いいんだけど、使う頻度がそこまでないから PVP 以外は。ただ序盤って、やっぱり戦力がバトルスーツの方が上じゃん。だそう考えるとやっぱユトゥンも必要なのかなと思っちゃうよね。まあその辺我慢してヘルメット交換して、まあ戦力とともに変えていくパターンなのか。そもそも自分が今どんくらい課金してさ、その昇格がその1.5倍返ってくるっていうのがどんくらい返ってくるかわかんないからさ、なんとも言えんとこだよね。普通にリリース記念パックとか、そういうのを買った上で、ウルトラ連盟補給とかが、まあ、100連が何回も何回もできるくらい、普通に帰ってくるのか、意外とそこまで帰ってこなくて、さあどうするって悩むくらいなのか、それが正直わかんないから、しかも、バトルパスとか、月パスに使ったやつ、あとは、なんだっけ、なんだっけ、デイリーパックさてさて、今から誰か日課やる人いる？もう間もなく終わるけど誰か日課やる人いますか？残響誰かいるかな？やんなくてももはやいいんだけどさ、なんか今更ジタバタしてもあれなんだけど、なんかあれだな。グローバルサーバーの最初はもうアシュラが大流行しそうだな。失敗した。ハマった。ていうか、こんだけ頑張ってさ、ガチャ回したのにさ、全部消えちゃうんだで。悲しいわ。建築1からリセットってなんかちょっと厳しいな。しかも希少ガチコレクターもやっとの思いで手に入れたのにさ、それもなくなっちゃうわけでしょ。悲しい。悲しすぎる。今まだ日課終わってない方誰かいたりする？残響でも、日課3種でも、終わってない方いたら誰かいけますか？
アサルトもな、星3万になったんだけどな。ペット犬がな、ペット犬基本的に探索手に入れたやつが多いからな。きついな。だから一匹ずつ手に入れて3匹しか持っていけないのか。あ、スパークマウス交換しなかった。なんかしみじみ。あ、無料召喚もやってなかったし。よし、こんなもんかな。今日の動画でネタもできたことだし。まあ、とりあえず3月6日っていう日付が出たんでね。まあ、それまでの間にちょこちょことね。まあ、いろんなところに顔を出しながらね。まあ、日本サーバーの締めくくりを動画に収めていきたいと思いますよ。バトルパスとかシェルターパックとか禁止な方は意味なし。なんかね、反映してないっぽいよ。なんかいろいろみんなのさ、回答とかまとめ見てる限り、バトルパスって結局現金購入じゃん。なんか現金で買ったやつが反映するのはなんかあくまでなんか昇格らしくて、昇格以外は還元対象じゃないみたいね。俺ちなみにさ、あの、遺産あったじゃん、ガチャでさ、クリスマスガチャの遺産で、これどこだっけ？ここじゃねえや。これ見て。あと169日残ってんの。なんてこっぱんだって、ガワ先だやん。169日分買ってる、もったいないよね。でもこれってさ、この買った時にさ、昇格ついてるじゃん。800円の方は300でさ、1600の方は680昇格。これってさ、入んないのかな？この現象の青い方は、まあ、その後の、買った後に入ってくるやつだから多分ないと思うんだけど、まあ、一律、昇格1.5倍の、なんか 20%?20% だっけか。って書いてあったから、青石に関しては合計昇格の20%分だけど、そもそもこの月パスのさ、680とか300って、そこに含まれてんかね。やっぱそうなんだかな。なんか、いろいろなんか見てたら、月パスとさ、バトルパスは入ってないよってなんか書いてあったんだよね。コメント欄でね、みんながこういろいろ言ってて。でもさ、月パスもそうだしさ、デイリーパックさ、これもさ、結局さ、3200円でさ、1680を買ってるわけじゃん。で、そのおまけで、この、なんていうの、設計図とか、エピックチップとか、現象とかさ、ペット券とかいろいろこうもらえるけど、このさ、最初に買った分ってさ、結局さ、チャージストアで買ったと同じ扱いじゃね？おまけが昇格？これ？
俺こっちのさ、購入すると毎日60獲得とか、こっちは別におまけでいいと思うんよ。この選んだものによって1日、まあ、1日いくつってもらえるのでいいと思うんだけどさ、こっちのさ、1680は買ってると思うんだよな。3200円で1680買って、その上で毎日おまけでこれ選択式でもらえるよっていう感じだと思うんだよね。ここはね、月パスも最初にもらえるものは買ってると思うんだよな。なんかその辺どうなんだろうね。そこまで知らねえよって感じかな。ひどいですね。パック系だけで課金してる人。パックは多いと思うよ。これ。多分一番毎日、毎週毎週これやってる方が損ないもん。そういうことか。でも消えちゃった。でもここだけってやばいよな。俺さ、ぶっちゃけさ、俺ここのさ、ここで買ってることあんま少ないんだけどさ、ネット上で買ったやつもさ、対象でいいんだよね。そこも違いよ言われたら多分俺さ、ほんと、ビビたるもんしかないよ。このチャージとかさ、このストアのチャージラウンで買ったやつしかダメだよ言われたらもなんか合計が知りたいわ、マジで。どんくらい課金したのか。いくら分あんのかな。でもなんか質問欄にさ、大々的にさ、どれだっけ、あれどこだっけ、あれやつって。マンスリー買ってなかった。まあ、いっか。あ、これか。あれ、あ、これじゃない、こっちじゃないや。あれどこであったっけ、ウルトラ連盟補給って。これのさ、大元のやつってどこだっけ。あら、どこにあるか忘れちゃったわ、もう。ここ、あ、ここにあんのか。あれ、買うとこは、あ、ここで買うだったの。箱が消えたのか。自分で買えよってことね、ここで。
まあ、こっちの方が分かりやすくていいかもね。あれあれ、もう一個は戦闘ガチャはあれあれあれ、プラグインのなくなったん？プラグインのやつ。もうしばらくここ全然開いてないから分かんねえんだけどさ、一回さ、連盟ウルトラ補給以外にさ、なんか戦闘ウルトラ補給みたいなのあったよね。あいつはどこでやるん？プラグインが出るやつ。え、あるよね。あれって期間限定だったん？あ、これ。こっちのやつ。あった、ここに。ほら、エピックプラグインのかけらとか、高精度攻撃のかけら。これさ、これはどこで回すん？さっきのやつ、なくない？バトス集め直しか。課金して買って手に入れてる人は、要は、優先的にさ、リリース購入パックと、まあ、イベントあったらイベントのお得パック買って、余りを連盟補給を買ってやれば、多分、1体目は楽に手に入るよ。だから、その昇格がどれだけ還元されて、何を優先するかによるよね。まあ、チップとかそういう物理的に性能を上げる方に特化するのか、バトルスーツをどうしても先に欲しいから、先に手に入れて、残りで、まあ、チップとかそういうステータスを上げる方に振るか、だからとりあえずバトルスーツを今1体2体持ってる人は、まあ、その分は還元されるはずだから、手に入れることはできるよね。あとはもう効率考えて、まあ2体持ってる人は1体だけ先に交換して残りを他に回す。まあ、実際始まってみないとわかんないけどさ。たださ、その中国でさ、バトルスーツ近海で買えるじゃん。まあ結局、バトルスーツのスキン的な感じも近海で販売ってなってたから、それを多分取り入れるわけよね。もともと日本サーバーでも告知してるわけだから。今回は中国は一緒にならないの？そうなん？台湾と一緒？もしくは台湾と中国以外の別の国？あ、台湾と日本か。でもあれだよね、バトルスキンのやつとかは来るよね。日本サーバーでさ、生放送の時にすでに告知してるから、まあ中国と同じデザインかどうかは別として、色変えるみたいな。結構さ、公式の、なんだろう、お知らせの中にもさ、結局なんだっけ、ギルド秘境とか、新しいコンテンツが開放されるって、シーズン制とは出てこなかったけど、新しい要素が実装されるっていうのは書いてあったから、まあ、とりあえずギルド秘境は来るんだろうね。ただシーズン制という言葉が書いてなかったから、また別なのか、まあ名称が変わったのか、まあとりあえず新しいのが来るとして、
高いよな。なんでも高いからな。こ、ここにさ、ハロウィンの衣装が販売されたのは、あれか、グローバル版でハロウィンの衣装をプレゼントするよっていうためのフラグだったの？布石だったのか？なぜかハロウィンイベントがあるんだけど、ここに。つうかさ、パンダってさ、グローバル版でも売ってんのかな？これ。俺、パンダがあんだったら俺、しょっぱなからパンダなんだけど。別にハロウィンの衣装とかいらないから俺パンダでいいわ。その辺がどうだかだよね。結構、俺にとっては死活問題だよ。パンダであるのかどうかってだいぶ重要な問題。パンダが使えるのかどうかみたいな。あとは全部一からだもんな。でもなんかギルドに関してはさ、一旦解散っていうか、リセットされるけど、ギルド自体は存続してて、ギルマスがインしたら、まあ自動でギルド募集が入るっていう、この仕様。浦和さんどうすんねん、ギルド。継続？ぐるぐるグルーズ継続会？ね。残る現行サーバーで創設したギルド名は維持されますって書いてあるから。会長が引き継ぎをして、インしたら自動的にそのギルド名そのままで自動創設されて、メンバー募集状態になるっていう。どうすかな？パンダもパンダ組再建しようかな。旧サーバーどうなんだろうね。ギルドシステム引き継ぎ自動創設されます。残んじゃない？まあ、創設って書いてあるから、新しく作ってるから。でもこれは一応質問した方がいいんかな。多分残るとは思うけど、消えるんだったらあれだよね。グローバル版にインした瞬間に、新しく同じ名前で創設できるけど、旧サーバーが消えるみたいな。キャラクターも消えるとは書いてないよね。ただなんか、でも現行サーバーから新サーバーにキャラクターデータを移行する際に、なんか、スケジュールがあるみたいだから、またちょっと別途あるかもね、これは。今後、また、情報は通知されるらしいけど、とりあえずキャラクターは複数持ってても1名しか引き継げなくて、その1名に何らかの付与が全部特化して一気に付与されるみたいな。クローンが作られるだけならいいけど、移行によって旧サーバーのキャラが消えるのはちょっと考えると。言えんのかな、これ。でもなんか、アカウント引き継ぎについては濁してるから、何かあるのかもしれんけどね、これはね。消えんのかな。
とりあえずグローバル版で、その特典、還元系の特典だったり、移行に伴う、経験値アップボーナスとか、そういう全体に向けた付与のやつが一体にしか適用されないっていうのは明確に書いてあるけど、それ以外一切触れてないね。そういえば。危険だね、これ。俺ずっとハロウィン衣装が送られるっていうことだけ不思議だけどな。なんでハロウィン衣装なんて思うけど。あといろいろな。そういやさ、グアバさんさ、めっちゃ課金してる？ 1、10、100、1000万、10万、60万消化超えてる合計。俺いくら課金してどんくらいもらってるかわかんないんだけどさ。このさ、ヴィーナススターっていう衣装がさ、もらえるっていうのがめっちゃ気になるんだよな。俺と同じくらい？俺どんくらい使ってんだろうな。多分ね、課金額はね、多分俺よりね、グアバさんの方が多いんだよ。多分。俺、俺多分基本的にお得パックとかああいう時しか課金しないから、デイリーパックとか、週間のパックとか、あと、あれじゃん。前回の遺産の時みたいにさ、効率よく昇格を手に入れるために工夫してやってたじゃん。月パスとか。あんな感じで定期的にやったりしないからさ。もしかしたら多分俺の方が少ないんだよ。そうそう、俺、部分って欲しいものだけに課金してたのよね。そこまでできるんだったら毎週毎週デイリーとかさ、やりたいんだけど、そこまでさ、避けなかったから、まずはバトルスーツだよね。バトルスーツ欲しさに、最初リリース記念買って、さすがに連盟補給は厳しいから、あの、イベントごとに出てきたお得パックのなんか8枚とか9枚のリセットだけ買って、あとはオークションにかじりつくみたいな感じでやってたから、そんなにね、課金してないと思うんだよね。課金っていうか、昇格に換算した時の、その数は少ないと思う。昇格チャージ1、10、100、1000万、4万9000、180、見れんの？昇格チャージの数って。確認できる？どこで？これって開いていいかな？これって開いていいやつ？別に俺のしか映んないから別にいいかな、開いて。20万ってあるわ。20万使ってる。全然使ってたわ。知らないし、やばい。知らないうちにめっちゃ課金してるってことだよ、俺。多分チャージのとこからしないだけで他でやってたんだな、そしたら。携帯で暇つぶしでポチポチポチとかさ、口座から引き落としとかクレカじゃなくて、携帯の決済でポチポチポチとかやってたんだ、多分な。それはわかんねえわ。気づかないうちに使ってれば。でも60万ないからもらえないわ、衣装。これの1.5倍もらえるってこと？
これで、まあ、そんなに毎週は使ってないけど、20万昇格で、あと40万昇格ないともらえないのか。黒サバで課金する人、そうなの？なんか還元って書いてあったよ。待って、ちょっと見てくるわ。今見てんだけど、課金するかは関係ない。これさ、チャージ1.5倍還元イベントって見ると確かに、チャージした時に1.5倍還元するってなるけど、この内容的に見ると、例えばなんか例でさ、プレイヤーが作成した全キャラクターがチャージで合計1000昇格を獲得している場合、累計チャージ減少の数は200、昇格合計かけるの20%となります。イベント開始時に昇格、ここじゃないな。これじゃないな。減少の還元はそういうことか。あれなんかわかんなくなってきた。だよね。現サーバーで課金したやつの1.5倍ってことだよね。そうそう。単純にこのチャージ1.5倍還元イベントって書いちゃうと、確かに還元イベントっていう感じに読み取れるけど、一応説明も書いてあるから、ここに。なんかイベント開始時って書いてるからダメなんだよね。多分。イベントっていう、まずイベントにしてるのと、イベント開始時にっていう説明書きにしてるから、結局そのイベントイコール黒サバに行った以降にっていう感じになっちゃうよね、これ。これは多分、説明の書き方のミスだよな。忙しくて長い文章並みを見せる。これで、その1.5倍昇格還元されるけど、結局のところ、その月パスとか他のところが、まあ除外されててもらえないからっていう問題でちょっと、人騒動起きてるよ。ペットもなんか全部じゃないのよ。ペットも基本3体で、なんか凸してて、重ねてたら、なんか4体まで選んで持っていける。重複して持っていけるけどっていう。そうみたい。同じやつでもいいし、別々に1体ずつ持ってもいいしっていう感じだったね。ただ、凸はリセットされちゃうから、貫突なんかしてる人は発狂もんだね、これは。3体未満の場合は1体選択可能で、なんでこれ一応例外っていうか、SSR ペットを9体所持している場合は、このうち3体を選んで連れていくことができる。10体から11体所持している場合は4体選択可能。ただ、鹿神様だけ連れてきえません。なんでっていう。だから最大4体までしか連れていけないから、まあ、鹿神様以外のペットで、
まあ4体分突して連れていくか、まあ単純にアタッカー、範囲、ディフェンダー、サポートの4体を選んで連れていくか、まあ4体連れた方がいいよね。普通に考えて。まあ、行ってからめちゃくちゃ回すんだったらあれだけど、10、10体から11体所持してる場合は4体可能。だから、今何体いんだ ?SSR ペットって。おい。ペットさん何体いるの？はい、1、2、3、4、5。あ、おっしゃった。あ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。坂上さんは釣れないから、13体中10体だから、パンダ以外持ってるってことはいけるよ。鹿神様とパンダ抜いた状態。だから12体いるから4体持ってけるよ。まあこれはグアバさんあたりが個別に動画上げてくれるよ。きっと。そう、みんなが一斉にやっちゃうとね、みんな配信ネタがなくなっていくから、俺は配信するわ。まあ、重複した場合は、一匹以外は、まあ、ペットのかけらになって持ち運びできるって。でもきついな。4体でしょ？ 1 箇所突するのに10体必要だから、6まで上げるのに。で、3まで持ってく。あ、3までいけんのか。1体目で2に上げて、残りの2体で3に上げて、発表されてよかった。もうやらんでいいのが嬉しいって。まあね、まあ今後さ、追記あるかもしれんけどな。多分還元要素はこれで終わりだと思うよね。ただ今、すごい、なんだっけ、建築のさ、課金素材、希少家具か。希少家具とか、バイクとか、衣装とか、そういったものが持ってきたいものが持ってけないっていうので結構コメントで上がってるから、そこももしかしたら考慮はしてくれるかもしれんよ。もしかしたらね。そうね。無課金の方で移行して得点があるとしたら、レベル上げがめちゃくちゃ楽になるぐらいだね。なんかレベルアップボーナスっていうか経験値アップボーナスみたいのがあって、最初から69まで上限が解放されてるから、まあ毎日探索なりデイリーさえやってれば、まあ途中で上限止まることなく、レベルを上げ続けられるから、今の日本サーバーで作るよりははるかに速いスピードで上がっていく。建築は能力関係ないから。そう、しかも建築のやつ消えたら、一生懸命頑張ったさ、希少ガチコレクター消えるんよ。消えるんよ。その辺がな、希少家具は変わる可能性があるからね、また。もう一から作ったらゲームを。今回結構リセットしたと思うよ。途中、いろいろこう不具合もあるし、まあ、サブアカとか、そういうちょっとした不正もあって、一から順番にこう探し出してやるよかは、作り直しが早いっていうので多分グローバル版にしたんだと思うから、もうすでにダメって言われてるところを念頭に置きながら、もともと使えるものを再利用しながら作ってっていう。で、これを一から作ったら多分、もう一旦査集して、
別の名前で実装ってなっちゃうからな。もうアースリバイバルではなくなってしまう。それこそ、さらに資金を追加してまでやるかって言ったら多分ね、やらんと思うわ。そもそも売却の話はどこに消えたのと俺はずっと思ってるけどね。その辺詳しくないからあれだけど。明日のリバイバル。今がまさにそうだよ。ほんと。明日どうなるか分かってない、分からんから今の状態。だって今の状態がそうじゃん。だって生配信とかでさ、めちゃくちゃ期待させててさ、なんか新しい、なんかシーズン制のコンテンツが追加されて、ギルドにはなんかギルド秘境というものが追加されてとかさ、いろいろ言ったのに、正月、日本での正月休みとか明けたあたりからいきなりシュンって100万だったら買っていいよ。多分ね、億だね。億単位だね、どう頑張るんだったら。もしくは、なんか1000万台、何千万みたいな。これ以上優遇すると、不正取引、複数赤、買い赤の人がまた強くて、ニューゲーム。まあ、それは、そうね、その点に関しては多分ね、良かったと思うわ、俺も。まあ、ぶっちゃけグローバルサーバーでも同じくスルーして許してしまうんだったら、また同じ結果になるけどね。その辺の対策はできてんのかっていう感じなんだけどさ、衣装がな、そんなさ、びハロウィン衣装なんかいらないのよ。勝者の美学とか剣の道とか持ってないし、まず。なんだかわかんないし。あれそういえばさ、ハロウィンのビーグルってさ、あれってさ、あ、違うか。極戦じゃないか。あれ、極戦じゃなかったっけ？スキルダメ100%とかなくなる。スキルダメあ、スキル火ダメ ?100% とか。あ、なくなるんじゃない？ 1 から。もう一回貯めたらいいかもしれないけど、そこまで。俺も全部防御特化したら普通に80%超えるから、まあ、チップか、それに見合う強化素材があったらまた課金ができる人は作ってしまうんじゃねえかい？スキル火ダメ100%、通常火ダメ100%、まあ普通の火ダメ。まあそこは上限にするかしないかは、まあ運営者のさじ加減だね。でもこの運営がそもそも、今んとこ69止まって、79はすでに準備できてるよって公言してるから、最終的にレベル上限をどこまで持っていくかにもよるんじゃない？なんか100とか120とか、なんかエンドコンテンツ的な強いボスを今後出していく予定でいるんであれば、PVP とかそれ以外でも、やっぱ軽減って必要になってくるから、書いてあった ?50%? 悪い点を改善しますのとこかな。まあ、PVP は基本的におまけだったんだよね。育成したキャラ同士でちょっと競わせましょう的な軽い触りやったのが、なんか本格的にメインになっちゃったんだよね。でも今回もなんか、より多くのサバイバーと対戦っていうなんか名目で書いてあるから、PVP メインだね、やっぱり。ギルド秘境 VR 対抗戦などの新 PVP モード。あ、でも性別変更機能追加されるんだってよ。
50%どこで書いたんだ ?50%。50% のやつがわかんないな。火ダメ。もしくは軽減50%、50%。コメントかな誰かの。あ、50% は書いてないのか。軽減について書いてある。これ、ディスコードって文字で検索できないんだよな。あれみたいに。できんのかなこれ。あ、できるわ。あれなかった。検索じゃないのか。もう全部がさ、この開業なしで書かれてるから目チカチカしてくんだよね、これね。書いてあんのかな。だからめちゃくちゃなんか PVP を推奨するような書き方してるけど。軽減について触れられてんのか、これ。なんか無料で交換できる外観の割合も増やしました。だから無課金にとってはちょっとこれ朗報だね。ちょっと見つからんな。あ、コーティングチップ育成上限は書いてあった。あ、書いてあった、書いてあった。軽減とは書いてないけど、コーティングチップの育成に上限を設けました。無限に資源を投入する必要がなくなったため、プレイヤーの皆様の育成の負担が大幅に軽減されることになります。と書いてある。だから、こう、上限ってステータスの上限じゃなくて、使うチップの上限だから、まあ、より少ない数で、まあ、最大限のステータスを手に入れられるってことじゃないこれは。これだったらね。この書き方だと、なんか、課金ができる人だったら、より多くなってしまうかもね。結構、火ダメ50%系統のなんか、多い人たちが。まあ、あくまでこれ多分、一発目に出された内容だから、より細かいのはこれから出てくると思うから、現状じゃまだわかんないと思うけど、つうか、いつの間にか音止まってたな。気づかんかった、全然。一生懸命喋ってたら。まあ、無課金にとっても朗報なこともちらほら含まれてはいるね。このバトルジョブシステムと異結晶改造システムってのは気になるけど。何これ何ですかこれは。これ何ぞやなんだけど。なんか前公式に誰かがさ、なんか石みたいな何か、根気アップみたいな書いてあるやつを載せてた人がいるけど、多分それだよね。バトルジョブシステムっていうのが、これがバトルスーツを指しているのか、バトルスーツに、なんか、別途何か装備できるのか。そしたらバトルスーツがなんか今、結局、弱くなっちゃって自分で攻撃した方が強いようになってるけど、それが改善されてバトルスーツが強い時代が来るのかこれ。バトルスーツ自体を強化できるみたいな。まあ、どっちかといったらそっちの方がいいよな。なんかアスリバーイコール、なんかバトルスーツっていうその他のゲームとの差別化にもなってるいい要素だからさ。
なんかさっき聞いてたけど、なんか台湾っぽいよ。今現状実装してんのが日本と台湾と中国なんだよ。この3つ。まあ今から他の国が参入するっていうこともなかなか考えづらいから。で、なんか中国は今回抜いて、中国サーバーは中国サーバーに残して、グロサバを日本と台湾にするんじゃないっていうさっき話しとったよ。まだ確定じゃないから何とも言えんけど、でも3つしかないから、どの道。でも台湾と日本サーバーの人がくっついて行くんだったらそれだけでも人数変わるから、だいぶ活性化はすんじゃないかな。チャイナは入らんのか、みたいね。俺もそれは知らんかったんだけどさ。でも中国入んないんだったら、なんていうの、その今の情勢でさ、結構荒れることもなくなんじゃない？台湾は結構ね、日本に対してそんな悪いイメージあんまないから。配信者で結構台湾人多いけど、普通に交流できるぐらいの仲の良さはあるからさ。中国はわからんけど。チャイナは規制強化の動きで課金の仕組みが違くなるんじゃないかな。でもさ、なんか、この前さ、もともとその、規制の法案みたいなの上がってたやつが一回白紙になったって出なかった？日本、台湾 VS チャイナ激アツ。戦争起きるわ。日本が多分いろんな形で多分攻撃受けるで。まあでも日本は日本でね、意外とね、いろんなとこと良くも悪くも仲良くしてるから、実際何か起きた時に、日本の防衛兵器は強固だで。海外勢の主要国が日本の壁となるで。最強の矛たちが囲んでくれるからな。まあそれはそれで大変だけどな。なんないに越したことはないけど。それを見越しての形。ああ、そうなんだ。まああれない方がいいよね。楽しく。デヴィ夫人いるやんて。そんな影響力あるん？デヴィ夫人すごいじゃん。提案を取り下げたけどやらないという明言はしてないからビジネスシーン。ああ、なるほどなるほど。なるほどね。まあやらなきゃいけないとは思ってるからね。まあいつどのタイミングやるかは、まああちらのタイミングでね、まあずらしただけか。タイミングを見てもう一回って感じ。何人かなんか辞職したんでしょ、それで。大変ね。日本くらいだよ。なんもなく自由にゲームできるの。本当に。あ、そうそうそう。1.5倍返ってくるって1.5倍計算しようかな。電卓電卓どこ？でもさ、これがさ、実際さ、俺20万ぐらいさ、使っててさ、チキパスとかが含まれてたらさ、もっとあったわけでしょ？っていうことは、課金の仕方をさ、やっぱり、チャージのとこからしてる人と、効率考えて、デイリーとか、月パスで買ってる人って、結構損するじゃんな。俺なんか167日分残ってるしな。まだ。これ電卓ってどこにあんだ？
えーっと、これ単純に 1.5 かければいいの？1.5 をかけたら単純に30万昇格になるよ。30万昇格。で、大体が、俺多分衣装が欲しかったり、バイクが欲しかったりで、ガチャって爆死してる分が多く含まれてるから、今回それを学習して、その分をチップとかに回せば、ワンチャン今より戦力上がるってことか。まあ、いつ上がるかわかんないけど、地道にレベル上げながら、こう、お得にお買い求めしていけば、どうなんだろうな。新しいサーバーでギルド戦戻してくんねえかな。あとギルドオークションも、そのギルド戦ごとにまた140ページぐらい、ページが来る時代に戻ってほしい。そしたら、スタートダッシュめっちゃ切れるよ。まあ、その分人数が増えるからな。なんかさ、今さ、あの、日課とかやり合わせたら、昇格でさ、70% 報酬がもらえるってやつあるじゃん。なんか報酬回収システムがなんか追加されて、今度数日ログインできなくても、報酬回収から一部の報酬を取り戻すことが可能になりますだから、1日じゃなくて何日かまとめて70%でこれ取り返しできるようになるかもしれん、これ。なんか忙しくてとか体調悪くてとか、ログイン全くできなかった時も、その数日遡って、そのうちの多分70%、多分これ戻せるんでしょきっと。こんな感じで書いてある。確かに改善はされてるよ、めちゃくちゃ。まあ性別変更が一番でかいと思うけど。パンダも女の子になろうかな。多分俺パンダだからな。俺パンダの衣装があったらずっとパンダだから、別に男も女も関係ないかもしれない。あとはなんかそんな大きい、あ、書いてあったわ。普通に。新サーバーには中国大陸を除く全てのリリース済みエリアのサバイバーが同時にアクセスすることが可能ですって書いてある。書いてあった、普通に一番上に。俺ちなみにさ、ずーっとさ、不思議で思ってることがあるんよ。そしてこれからグローバルサーバーで、なんか、その台湾の方と一緒になることが多くなるってなったら、台湾語の翻訳とかをなんか入れなきゃいけないと思ってんだけど、台湾の言語って何なん？その中国語って選ぶと、中国語の下になんか、なんとかタイ、なんとかタイって書いたんだけどさ。漢字読めないからだけど、あ、それが台湾なのね。そう、それが分かんなくてさ、とりあえずどっちもさ、その YouTube にさ、設定したんだけどさ、
どれみたいな。なんかね、設定するとこによってさ、中国語しかないとこもあったりさ、なんか中国語と中国語以外に中国語かっこ何々みたいな書いてあってさ、これなんとずっと思ってた。それが台湾のやつなのね。後で変えとこ。マジでさ、何これみたいな。その、中国に行ったことないから、中国の言葉自体はこんな感じってのはわかんだけど、実際わかんないんだよね。ああ、そうなんだ。じゃあどっちも載せた方がいいのか。でも実際さ、中国で選んだら、その中国の何々って出るじゃん。だから例えば中国語って書いてあるやつを1個入れとけば、その香港の人も台湾の人もみんな一応読めるのか、地域によって全く文字が違うから読めないのか、その辺がわからん、俺は。一応読めるんだ。ああ、じゃあ1個だけでいいけど、まあ書いた方がいいってことなのかな。俺は外人ので、日本語で、限界、中国は無理。俺わかんない。日本語以外無理。シェルターパック課金した分戻ってくるのか。シェルターパック書いてないね。月パスと同じ運命だと思う。シェルターパックも。シェルターパックも返ってこないね、きっと。これでしょ。まあ、この今回のお知らせが出る前は、シェルターパックとかも、この昇格だけは返ってくるだろうっていう話してたけど、今回一切触れられてないから、やっぱないっぽいよ。よしくは、でも追加されてるのかな。どうなんだろうな。なんか、なんかややこしく言っちゃったからあれだけど、さっき見たこのプレデトランになる、この現在のチャージキャンペーンって書いてあるこの昇格の数字、これが全て。一応書いてあるやつだと、これっぽいな。昇格の還元、ゲーム内すべてのアカウントの累計チャージ昇格の合計。だから累計チャージ昇格の数の合計ですって書いてあるけど、その合計が分かる場所ってここしかないやん。俺もさっき教えてもらったからあれだけど。で、ここってさ、ここのチャージの課金以外でもさ、他のデイリーとかパックでもさ、追加されてんのよ。ここって。そう、ここって他のとこも合算なのよ。だからこの700、最後さ、20万と飛んで7610とかいう意味わかんない発数になってんだけど、だから、ここが、おそらく昇格の本当の合計数値だから、他にさっきいろいろ俺もなんか月パス動向とか言ってたけど、きっとここに合算されてるから、もしかしたらトリッパクではないのかも、昇格だけは。昇格に関してだけね。減少に関しては、この昇格の合計から20%だから、もしかしたら少なくなっちゃうかもしれんけど、特にネットから買ってる人は、昇格もともと多いから、2000って金額にするといくら？ 2000？2000 昇格だいたい4800だから、5000ぐらい
まあネットで買うともうちょっと違うけど、公式のね。ネットで買ったら2000昇格は4865円だって。やっぱネットの方が安いね。ネットのやつの方が。普通にチャージで買ったら。今後もこれ課金する場所は変わんないのかな。これグローバルサーバー行っても共通なのかね、このストア。ネットのストア。一緒。一緒です。一緒ですって言っていいのかわかんないけど、多分一緒。他に別にあんのかな。ないと思うけどな、これしか。ゲーム内のやつとこの公式のチャージストアしかないと思うけど。あ、これさ、どうなんだろうな。公平競技中止になるんかな。防御なんでいっか。いや、でも、触れてないけど、シーズン制とか、そのギルド秘境とか、全部 PVE だからさ。その PVP が好きなんであれば、いらんかもしれんけどね。で、レベル上限も上がるっていうことは、より強い敵も出てくるだろうから、今だって、チャレダンだって1個解放されてない場所があるし、だって中国では遠征なくなったでしょ。で、遠征、こっちはなくならなくても、おそらく強いバージョンがまだ追加される可能性もあるから、まだ星3までしか出てないから。で、そう考えたら、やっぱ振った方がいいよね。まあ、俺は今遊びで防御を無視してるけど。まあ、蓋を開けてみないと分かんないね、その辺は、やっぱり。たださ、俺ずっと思ってるけど、この3月6日から4月5日までの間にサーバー移行するプレイヤーの皆様に期間限定特典イベントが開催されますって書いてあるじゃん。これってさ、3月6日から実装ってことでいいんだよね。サーバー移行が可能になる期間が3月6日。まあ、正確なその移行スケジュールはなんか後日通知立ちますって書いてあるけど、あれなんかな、サーバーできても台湾の人が先に移動して日本が後とかさ、なんかあんのかな。その、超新星サーバーは何日から、巨大惑星は何日からみたいな。わざわざなんか、3月6日からって書いてあるのに、移
行する詳細スケジュールは後日通知いたしますって書いてあるから、また。なんかその辺がちょっと、あやふやだよね。なんかな、読めば読むほどなんか、ちょっと、おかしくなってくるよな、これ。同一アカウント内の新サーバーでのキャラクター、レベルが高いほど還元率は高くなります。だから現状69カンストしてる人は、1.5 倍ってことなんか。なんか、余計な文字がいっぱいあるな。そこだよね。またなんか超新星サーバー、巨大惑星とかなんかそんな感じで、いくつか一気にできて、まあ、順番にできてって好きなところで入ってくださいねなのか、1個なのか、ちょっと気になるとこだよね、その辺が。でも、分けちゃうとまだ似たような問題起きるで。これが一箇所にまとめて全員でできるんだったら、人が足りないっていう問題だけは解決するからさ。まあ、マッチングしないとかさ、そういう問題を改善するけど、今度物資が足りなくなるよな。最初行っても何もねえよ、みたいな。で、そういう問題だって人口が日本より多いじゃん。やっぱり台湾とかの方が。まあ、やってる人口がどんくらいいるかわかんないけど。まあ、2つか4つか、どっちかは選択されるのかな、やっぱり。名前変えた状態で。まあ、だいぶ気が楽だけどね、こんだけ出してくれたから。あとは、無課金で今遊んでて、今も現状も無課金でずーっとやってきた人たちがどれだけ来てくれるかだね。ぶっちゃけ台湾も、この日本サーバーと同じ状況でずーっと待ちぼうけ食らってるから、おそらくゲーム、そればかり離れてる人多いと思うんだよ。その中で残ってくれてる人がどれだけグローバルサーバーに来てくれるかっていう。そこだよな。ログイン特典も一応あるけど、やっぱり。初心者期間中にゲームを有利に進めることができる現象、上級ペット引換券、育成資源などのログイン報酬を獲得できます。おまけでハロウィン賞がもらえますと。あんまり、あれだな。待って、これさ、戦闘力表彰ってあってさ、新サーバーに引き継いだキャラクターの過去の最大戦力に応じて、戦闘力表彰を配布いたします。イベント開始後、ゲーム画面の報酬の詳細が確認できます。なんかもらえるよ。なんかもらえるで。っていうことは、俺今ふざけて攻撃特化にしてるからさ、今、20万8137とかなってるけど、通常に防御戻すと21番ちょいになるから、これは上げといた方がいいってことか？少しでも。そういうこと？そういうことだよね、これね。新サーバーで引き継いだキャラクターの過去最大戦闘力に応じて戦闘力表彰を配布します。これなんかもらえるよね、絶対。表彰状もらって終わりじゃないよね。限定称号なのかな？限定称号アイテム？何がもらえるかが問題。いつもしょぼい。でも今回さ、グローバルサーバーに移行第一発目だからさ、何かしらさ、くれそうじゃない？まあそんなものすごいものじゃなくてもいいのよ。無難にチップとかさ、バトルスーツパーツとかさ、なんでもいいけどさ、使えるものであれば。
単純に補正も何もついてない称号とかいらないけど、補正がついてくれてたら、序盤だったらめっちゃ助かるじゃん。これめっちゃ気になるな。まあ当然上からトップ100まではもうほぼほぼ決まってるからあれだけど、俺ちょっと後でいじくのこれ。戦力が一番上がる方法。青石800。いや、それはマジしょぼすぎるって。だって、引き継いで過去最大戦闘力でしょ。上から順番に数えていってさ、一番上が800とかだったらさ、もう下にいる人希望何もないやん。夢も希望もない。ちょっと今ランキングめっちゃ見たいけどな。さすがにな、大っぴらにランキングいろんな人の出すわけにはいかないから。とりあえずね、21番ちょいまではいけるんだよね。まあ、それ以降一切俺、あれを買ってないんだよ。チップとか一切。だからそこで止まっちゃうんだよな。なんか上げれる要素があればいいけど。そっか、再構築消えんのか。そう再構築消えちゃうんだね、そういえば。悲しいな、再構築消えんの。また、悪夢が始まるのか。これ見て、今のさ、俺過去最高の出来だと思うんだよね。この、シールド再構築。俺は376位で、100個もらえそう。もう完全青牛で確定してる。いや、めっちゃランキング見て。いや、でもアチーブとか全部消えちゃうの痛いな。ジョブとかはどうでもいいんだけどさ。俺なんかずーっとさ、やっぱハロウィンのバイクが気になってんだよね。俺ハロウィンのバイクのさ、動画、画像残ってる人いないかな。大当たりコーナーにさ、何か極点とか書いてたら、残んだよな。書いてなかったらおしまい。自分の配信見ればいいのか。どっかで多分、配信した気がするな。ハロウィンのガチャについて。バイク残ってくれたらいいな。時空極戦で獲得したビーグルはそのまま引き継がれます。見ればいいのか。あれ、入手方法書いてなかったっけ。あれ。あら、書いてない。あれ入手方法さ、どっかでさ、見えるとこなかったっけ。これは、あれだもんな。ヴィーナスガチャだもんな。あ、まだ獲得できていないになっちゃうのか。獲得できんのこれ。え真っ黒、真っ黒なった、真っ黒画面。やばいって。これさ、ニクスってもうないからさ、獲得できないんだけどさ、
このスノーレンティアさ、獲得絵ってあるのよ。これ押したらさ、画面真っ暗になる。何もない。ブラックアウト。はい、戻ってくれた。びっくりしたわ。突然真っ暗になるから。びっくりだよ。報告しておこうか、これ。真っ暗になるよって。遺産とコードもゼロからやりたくない。さすがなバグに待って。びっくりした今。えってなった今。真っ暗と思って。コードはまあ、致し方ない気はする。まあ、素材集めれば、まあ、解放できて共感もできるから。遺産はきついな。遺産覚えてる？グアバさんが載せてくれた動画がそのまま採用されるんだったら、まあ、最初から集めていけば、まあ、二度手間にならずに取れるけどさ、オーバーロードしなきゃ手に入んないとかいうのは別として。まあ、すんげえ簡単なやつもあるしね。その辺にポンと置いてあるやつもあるから。ただ、そもそも遺産がそのまま実装されてんのか、同じなのか、そもそもマップとか、そのエリアがそのまんまなのか、わかんないよな、その辺。でも遺産は重要だよね。でもこの旧遺産、旧世界の遺産はさ、なんかね、書いてあるんだよね。なんか旧世界の遺産システムは設計数値とプレイモードの変更に関わるコンテンツのため、直接引き継ぐことはできませんって書いてあるのよ。この、プレイモードの変更って書いてあるから、なくなりはしないんだろうけど、多分変わるんよね。何かしらが。いやーなんかマジ続報待ってるだけだけどめっちゃ気になるな。このさ、今回のこの告知がさ、ツイッターでも上がってツイッターで結構めっちゃシェアされてて、いろんな人で目に触れてるから、ワンチャン戻ってきてくれる可能性はある。今はもう別ゲームやってるけど、3月6日のその実装のタイミングで復帰しますって人が結構増えそうだから、ワンチャンちょっともう一度輝く時代が来るかもしれない。いやー、どうなんだろうな。結構不安要素満載ではあるけど、ぶっちゃけなんかやり直したいなっていうところは、なきにしもあらずなんだよね。特にガチャ面に関して。それが完全でないにしろ、1.5倍で昇格返ってきたら、いや、自分の好みにこう、やっぱりバトルスーツに割いて、まあ、戦力強化でチップなりなんなりっていう、新しい要素に割いて、まあ、今より効率よく強化できるっていうことを考えたら、ちょっと違った観点の楽しみ方があるから、楽しみではあるんだよね。正直。まあ、いろんなものがなくなって失うものの方が大きいけど。あとはあれだね。全く同じストーリーじゃなくて、ちょっとでもいいから違くしてくれたら、なおよし。順番を変えるとかさ。違うのを間に挟んでくれたりとかさ。全く同じストーリーを全く同じ手順で、あの、なんていうの進めてくって結構しんどいものがあるからさ。どっかで記憶喪失にならない限り結構覚えてるもんなんだよね。マジで。様子見に来る人いっぱいいるかも。でもコンテンツによって即離れる。来る人もね、今回、なんだろうな。元のアスリバーの状況とまあ課金した人、しなかった人も含めて、比べたら結構ちょっと違うなっていう人いるかもしれんけど、また新しい一から本当ニューゲームとしてね、見たら、わりかしいいんじゃないかなと思うよ。なんか一旦こうリセットして頭の中クリアにして、
今から新しいゲームを始めるって考えてやるんだったら、この通りに実装されるんだったら、わりかし、まあ、評価も高くなるんじゃないかと思うけどな。このままいけばね。運営さんもまあできる限りちょっと、今回のそのグローバルサーバーに移行にとってユーザーにいくらか還元したいなって気持ちは見えてるから、もうちょっと何かやってくれそうだけど。まあそれはしゃあない。センスに関してはもうどうしようもないと思う。それがもう、なんていうのかな、中国クオリティなんかなと俺は思ってるよ。もうセンスがないっていうか、多分、文化が違うから、そもそも文化が違くて、うちらがこう、かっこいいね、かわいいねって言ってるやつが、おそらく本土では違うのよ。評価が。あとは宗教的に、こう、なんだろう、こういうものは使っていけないとかさ、多分そういうものもあるだろうから、そこはもうしょうがないんかなっていう。もうそしたら日本の企業が買ってくれるしかないよね。それか一番近いところでアメリカとかまあないけど、今参入者ないからありえないけど、そういうところでちょっとセンスっていうか考えが近いところが買ってくれるか、優秀なデザイナーさんをどこからめちゃくちゃ引き抜いてきて、制作に携わってもらうかとか、そんな感じしないと変わらん、これは。でも一瞬さ、多分さ、ハロウィンの衣装だけめちゃくちゃさ、評判良かったじゃん、女性のね。だからそういうのも含めて今回さ、そのハロウィン衣装プレゼントなんじゃないの？買えな、やっぱあれも課金だったからさ、課金で1000、1900だか1700だかだっけ？課金で買わなきゃいけないから、買えなかった人もやっぱいるわけよ。それが手に入るっていうのは、いいんじゃないっていうちょっと施しというかさ、運営さんの心遣いかもしれん。女性はまだいいのがある。そうね、女性は基本的課金一生じゃなくても、バトルパスとか、あとはなんかその裏話とかのイベントでもらえる衣装とか、結構いいのあるよね。組み合わせ次第では結構おしゃれになったりもするけど、男性はね、なぜか知らんけどズボンがめちゃくちゃ多くて、しかも、ダッサいのよね。なんかゴワゴワしたなんか、何のデザイン性もない、なんだろう。その、衣装の枠をそのまま当てた感じの。まあ、どのゲームも一緒よ。女性の衣装はなんかコンテて露出が高くて可愛くて、男性に関してはゴツゴツ、デザインももっさりした感じのが多いっていうのは、まあ、どのゲームも一緒なんだよな。まあ、デザイナーさんが女性が多いのか、逆に男性が多くて女性を可愛くしたがるのかわからんけど、それはしゃあない。ただ俺ワンチャンなんだっけ、年越しライブの時に出てたサメさんは一回見てみたいけどね。上はいらないけど尻尾生えてるじゃん、あれ。お尻に。サメの尻尾生えてるからさ。あれ欲しいなと思って。あれ、石さんいらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい、いらっしゃい。今、いろいろやること終わってないけど、新サーバーについてさ、いろいろ考察しとったよ。これはどうなんこれはどうなんみたいな。あ、でも新ストーリー書いてあるじゃん。新ストーリー、コラボイベント、新マップ、新ストーリー。気になるわ。公平な対戦モードって何なんだろうな、本当に。
最適化された最新バージョン。でもなんかあれだよね。公式サーバーで結構雑談がさ、盛り上がってたんだけどさ、いろいろと。一通り出尽くしたんかな。めっちゃ静か。めっちゃ静かだよ。もう意見をみんな出し尽くして、あとはもうしゃあないから3月6日まで待とうぜってなって、はい、終わってしまった。こんなところかな。あとはもうほんと待つしかないね。モチベなかったけど移行できるって書いてあったからモチベ戻りました。移行できるって何が？全部は移行できないよ。ペットも持っている所持数によって最大4体までだし、衣装とかビールとか消えちゃうものが結構あるし。ただ還元が全て1からではないから、ほぼほぼ1だけどな。ほぼほぼスタートからだけど、まあ残ってるものはあるね。まあ実際何が残るかは、もう正確に覚えてないから俺も何とも言えないけど、まあショップ、ストアにある常設されているところで買ったもの、当てたものに関しては引き継ぎされるっていう感じだね。それ以外は一旦リセット。で、課金した分に関しては、まあ、昇格の合計に1.5をかけた数値が、まあ、還元されるみたいな。あとそこで還元されたやつでもう一回買い戻してね、みたいな。まあ、最初何もない、全部真っさらで状態でスタートしてねっていう状態から比べたら、だいぶ前向きな回答だよね。お知らせとしては。あとは、今もまた、公式ディスコードの方でさ、いろいろ意見が飛び交ってるから、そこからまた汲み取ってくれて何かが変わるんだれば、まあもうちょっと良くなるかもしれん。まあ、新しいマップとかね、ストーリーを作るのと、最終的に移行をどれだけするかっていうのは別問題と思うから、まあ、あと20日そこらあるから、その間にね、もしかしたら変わるかもしれん。武器とか素材とか何か一個ずつ持ってっていいよとかね。さすがないかな。まあ、望みはまだゼロではないね。ずーっとパンダ映ってなかったね。ずーっと隠れてたね、これで。いやー、いろいろ分かってよかったけど、俺は知らないうちにすんげえ使ってたんだなっていうのが分かった。でもそんな俺でも対応できない方がいっぱいいるから、その人たちはおそらく、メンタも飛び出るぐらい使ってんだろうね。いやー、ちょっとあとはもう、のんびり消化しながら、まあ、しばらくはね、この日本サーバーも残るだろうからね、まあ、グローバルワンに一緒に行く人もいれば、ここに残って、日本サーバーの終了とともに卒業する方もね、ちらほらいると思うんでね。
まあ残った時間を有効に使ってちょっと楽しんでいただければと思います。あとはね、いろいろこう話してきたけど、これもまた最初に出た一発目の情報でね、今後変わるかもしれないし、追加があるかもしれないんでね。まあその都度それについては触れていきたいと思いますので、また何か分かったら、まあのんびりまったり雑談でもしながらね、ちょっとお知らせしたいと思います。では、知らないうちにもうね、日付変わってたからね、もう今日はこの辺でちょっと締めようと思います。みんなゆっくり寝てもらいたいんでね。まあファンダは寝ないけど。ではでは、最後までね、本当今もね、もう同説がね、24名の方見ていただけてるということでね、とてもみんな気になってるんだなと思って、さっきから気づいてたんだけど、それだけまだね、気になってくれる人がいるっていうことは、今後ね、そういえばグローバル版実装されてもね、まだそこそこ人数は残ってくれてるかと思うので、今後に期待して終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん、ゆっくり休んで、良い夢を見てください。まあ、3月6日実装、新しいサーバー実装までね、まだ日本サーバーでうろついていますので、何かお手伝い必要なことあれば声をかけていただいて、見つけたら気軽に呼んでいただければついてきますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、おつパンダでした。グマさんもおつパンパン。またね。皆さんありがとうございました。